皆さんこんにちは。今日はフランス第2の都市マルセイユの観光ポイントへご案内させていただきます。リヨンから高速列車で2時間、動画では36秒で到着です。画家セザンヌが87回も描いたサンビクトワール山が見えたら、もうそこはプロバンス地方です。高台にあるこの駅からの眺めは最高で、マルセイユのシンボルであるノートルダム・ドゥ・ラ・ギャルド寺院が見えます。今到着した駅はここにあるんですけれども、ここから歩いても行けるこの観光地から行ってみましょう。マルセイユの人々が飲み水を手に入れやすいようにデュランス川から水を引くための運河を作ったのですが、その運河完成を祝って作られたのがこの宮殿です。向かって左側が美術館になっていまして、真ん中の部分は豊富な水を見せびらかすような噴水があります。そして右側には自然歴史博物館があります。マルセイユの市電は船の形からヒントを得ています。地下鉄も市電もお金を継ぎ足すことができるこのカード1枚で OK です。パニエ地区はフランスで最も古い地区で、なんと紀元前600年から人々が暮らしているマルセイユが生まれた場所です。野外美術館と言われるほどストリートアートでいっぱいの場所です。この地区のレストランのコート・リュでは予約なしで入ったにもかかわらず、オーナーの方がすっごくフレンドリーな対応をしてくれました。次は古い港のあたりを散歩します。クルーズ船やコンテナ船は新しい港の方に着きますが、こちらは昔からの港なので旧港と呼ばれています。アサリもあります。あ、サザエじゃないですか、これ。サザエ。クリスマスの時期にはイエス様が生まれた情景をこのようにして飾ることが多いんですけれども、各家庭でもできるようにサントンと呼ばれるプロバンス地方名物のいろんな人形が売られていました。セミという名前のレストランラ・シガールでは、マルセイユ名物の魚のスープブイヤベースを頼みました。もともとは漁師さんが食べていたスープで、最近は気取ったものが多いんですけれども、ここでは本当に漁師さんが作るようなブイヤベースを食べさせてくれました。
ロンブリエールはノーマン・フォスターによってデザインされた22メートル ×48 メートルのステンレススチールの鏡の天井です。日よけ、雨よけ、市場などの目的で使われています。カヌビエール通りはマルセイユのシャンゼリゼ通りと言われていますが、全く似ていません。戸越銀座が銀座に似ていないのと同じかもしれません。とろけたチーズをたっぷり入れてくれるサンドイッチのラクレットは食べませんでしたが、とても美味しそうでした。次は黄色の点線の部分です。古い港を横切るだけ、たったの283メートルと世界で最も距離の短いフェリーです。130年の歴史を持ちますが、現在はソーラーパワーの電気で動いています。Bonjour monsieur, deux s'il vous plaît. 2, 1 euro tout rond. Alors 2, 3 et un qui fait 4. Merci beaucoup. Validé aussi messieurs, juste sur le côté. Bonjour. Il n'y a plus de soleil. Il y a le soleil tout à l'heure. Après, ils ont mis un côté bien qui est bien. Pour la face, la langue, ouais, tout la revue du corps.ルプチトランは観光列車ですが、マルセイユのシンボルである丘の上のノートルダム・ドゥ・ラ・ギャルド寺院に行くのに一番簡単な方法です。普通行けない地中海側にも行ってくれるので、思ったより楽しめました。そしてこちらがマルセイユで必ず観光客が訪れる寺院です。眺めもいいのでマルセイユのサクレクール寺院といった感じでしょうか。25年に1回張り替えられると言われている金箔で覆われたマリア様とイエス様がマルセイユの街を見守っています。港町らしく、漁師さんや船員の安全を祈願する船もぶら下がっています。市内の南側はカランク国立公園となっています。石灰岩の崖に囲まれた細い入り江をカランクといい、急行からの観光船やハイキングで行くことができます。ここは海の色がすごいんです。
この要塞は1660年にルイ14世によって建てられたものです。フランス革命の時には刑務所としても使われました。反対側にはサンニコラの要塞が見えます。この要塞から橋を渡ると反対側に博物館があります。この博物館は展示物が多いので中は省略しますが、この博物館より隣の2022年にオープンしたコスケの方が絶対面白いです。1985年にカランク国立公園でヘンリー・コスケによって発見された海底洞窟のレプリカのツアー体験ができます。この海底洞窟では3万年前に描かれた洞窟内のたくさんの手形や動物たちの絵を見ることができます。中は撮影禁止だったのでスケッチを描いてみましたが、ディズニーランドのホーンテッドマンションのような乗り物に乗って洞窟を移動して、ここには手形があって、ここには馬の絵があって、ここにはペンギンの絵があるよねみたいな感じで見ていくツアーです。ラ・マジョール大聖堂はマルセイユ大聖堂とも呼ばれています。丘の上の寺院ほど華やかではありませんが、赤と白の大理石で作られたその大きさに驚かされます。ジャンヌ・ダルクさん、お疲れ様です。昔マルセルの夏という映画を見て原作を読んで1回は来てみたかったマルセイユ。治安など心配することなく、普通の観光ポイントでは問題なく楽しい旅行を送ることができました。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回まで。さよなら。